今日ね、あやさんにね、お手紙が届いたんですよ。その特例の中にはあなたは入ってないんです。ね、この子体格いいからね。あれです。今日ははい、おはようございます。ございます。今日ね、あやさんにね、お手紙が届いたんですよ。で、ちょっとママたちと相談しようかなと思ってお渡しします。ごめん、かのさんにはまだ来ないんやって。お、はいはい、あんたの。あんたのままないよ。それ、あやさん、何かわかりますか？ワクチン接種券。何の？新型コロナウイルス。はい、そうなんです。この間、あやさんの手元にも接種券が届きました。皆さんも知ってるかと思うんですけど、12歳から15歳の子にも希望の方は打ちますよっていう知らせが来てるんです。で、あやさんのところにも早く届きました。どうしよう。そうで、この注射打つのにはママたちは自分たちで打つか打たないか判断できるんだけど、あやさんたちは親さんと相談して決めてくださいっていうことでした。で、今これを持ってれば打てるってわけじゃなくって、8月中旬だからもうね、お盆の前後だよねにあやさんにハガキが届きます。で、そのハガキで注射を打つか打たないかを決めて、打つんだったらそのしばらく後に何日に打ちましょうっていうハガキが来ます。で、実際問題だけど、あやはや家ではばあばはもう打ってます。で、パパは多分この動画が上がる頃には2回目打ってると思います。で、ママはちょっと優先に入ってるので、他の年の人に比べてちょっと早めに打てます。8月の下旬ぐらいにね、ママ1回目打つんですけど、あやさんもし打ちますとなった時は10月下旬以降になります。なので、まあ修学旅行前後かなっていう感じになります。ママね、注射を打つことにあたっていくつかね、気がかりなことがあるんです。もちろんね、このちっちゃい子に対するそのワクチンがどうなのかっていうのも心配なんだけど、大丈夫と言われてるけど、もう一つ、あなた中学校に上がるまでにどうしても打たないといけない予防接種ありますよね。あれが終わってないんです。皆さんも困っている家庭多いかと思うんですけど、ワクチン名は日本脳炎です。皆さんね、あれかって心当たりあるかと思うんですけど、去年からね、ワクチンがあまり作られてないんですよ、日本脳炎。なぜかというと、一番ワクチンを製造している工場が生産をストップしてるんです。で、ちっちゃい工場はなんとか動いてるらしいんですけど、今年の秋以降にならないとワクチンがほとんど入ってこない。かのさんも同じ注射を打たないといけないんですよ。3歳から打てるんで、もうあらかじめ予約しといたんですけど、なんとそのワクチンもう 2,3 ヶ月入ってきてないらしいんです、病院に。やばいやばい。で、あやさんは来年の4月の誕生日までに打たないとこれが必要になります。リアルいやらしい話ね。自分の誕生日以降はかかってくるので早く打たないといけないんだけど、優先順位っていうのが決められて今注射打ってるんですよ。なるべく早く打ちたいっていうのは親の気持ちで、打たせてあげたいっていうのは先生たちの気持ちなんですよ。かのさんと一緒にあやさんの日本脳炎の注射を打とうと思って予約かけたんですよ。だからある A っていう病院はあやさんの年代は優先順位に入ってません。かのさんは優先順位ナンバーワンですっていう病院で、 B っていう病院はあやさんもかのさんも優先順位高めです。ただ予約めっちゃあります。で、電話かけるまで待ってくださいっていう不安定な状況です。で、そういう話があるから、もし日本のへの注射打ちますよって言った時に、そうコロナの予防接種が回ってきたら、予防接種って生ワクチンかとか言って何日間空けないかっていうのがあるのね。コロナの注射もやっぱり開けないといけないんですよ、3週間ぐらいで。それに日本脳炎の注射が入ってきたらもうごっちゃごっちゃになるんですよ。だからあやさんが打つまでに
日本の映画終わればいいけど、ダメだったらあやさんがもしコロナの方を先打つんだったらそっちを打ってもらわないと打てない。もう本当に予防接種のこのギリギリのラインを言ってます今。これってさ、打つ時同級生と会える？あなたと同じ誕生日前後の子はってかもう12歳になってる子はかぶるかもしれません、ただねこれあなたたちが打つ時のねルールが結構あるんですよ。まずはそのさっきの調査票っていうのが来るから送ってくださいと。それ送らないと何とも言えないし、プラス15歳以下のお子様がワクチン接種来る場合は必ず保護者同伴で来てください。倒れられたら困るからねとかね、あと予約票の方に子供さんの名前書く欄とかあるんだけど、親の署名がいりますよって。まあ親としてはあなたに任せます。なんでもね、決めれへん。本当にね難しいと思いますよ。ママぐらいの年になると自分で決められますけど、基本ね12歳ぐらいの子ってまだね親にもね依存する年齢なので、自分で決めろって方が本当難しいんですよ。それはママも分かります。ね、決めてよ、決めて。決めろ、だって決めてさ、もしさなんか副反応が出たらさママさ嫌だしさママの責任。ママまだ打ってないしパパ的にはどう？さっさと打ちゃいいね。そういう親です。もう皆さん知ってるかと思うんですけど、この予防接種は基本接種料無料です。ただその12歳から15歳までのその打っていいですよっていうそのデータっていうのが本当確かに揃ってるのかって言ったら許可はしたらあるんだろうけど不安ではありますよね。こんだけ年上の人たちがさ副作用で熱出たとかさ腫れたとかさ腕が痛いとかと言われるとあやさんは怖いよね。視聴者の皆様ははがき届きましたか？もう打たれましたか？でぜひお子さんがいる親さん、お子さんに打たせますか？それともやっぱり希望を聞いて本人の言う通りにされますか？ぜひねご意見聞かせてください。あやさんは悩むね。決められへん。元からね決められん症候群やねあやさんね。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。あやはや家、物が壊れると以前から有名でした。はやが一番最初に壊したのって何だったっけ？メガネ。そうメガネ壊しましたっていうのもありました。じゃあ確かこの前の世代のメガネ。その2つ前かな。2つ前じゃないよ。ママがすごい気になってたこといい？こっちがペロンってめくれてこっちピッて上上がってる服そうこの黄色い服どうですか？似合いますかね？これあれねいとこちゃんからのお下がりだよね。これか。はあ、そう見せたらあかんって名前書いたの。マジ？